今日はスーパーに来ました。すると幻のエビが売っていました。マジでやばい。これは目があって運命感じたんで持ち帰って家族にしてみます。爆速で帰ってきました。今回購入いたしました。こちらセミエビちゃんです。まだ生きてるか大丈夫か。でも生きてるんだけど、ちょっとね力がないですね。足もプランプランしちゃってて全体的に活力がないです。かなり弱ってるんで、この子のこと今すぐ海水に入れてあげます。海水作ってきたわ。待って、これ入るか。でかすぎる。規格外すぎる。これはちょっと待って、発泡スチロール用意するわ。ごめんな、こんなちっちゃいとこで。突撃。あなたの家の海水ちょっと貸してちょうだい。このポンプで海水汲んできます。新しく海水作るより元あるもう出来上がったお水の方があの子にとって負担が少ないからね。よっこらセット。よし、じゃあみんな入れてくよ。ほい。大丈夫か。なんか体が傾いてる。やばい、待って。待って、やばい。輸送のストレスでやっぱかなり弱ってたんかな。大丈夫か。立った。ちょっとね、エアレーションします。みんな丸く竹本ピアノ電話してちょうだいと。スイッチ発射。この子は網にたまたま入るか素潜り漁で取れるかなんですけど、沖縄にね僕の親友の素潜り漁師がいまして、その子でさえめったに見ないって言ってました。だからマジで珍しい。死なれたらマジで悲しいけど、マジでこの子うまいんですよね。待って、食べませんよ。引き続き見守っていきます。みんなあれから1時間エアレーションしたんだけど、セミエビちゃん大丈夫でしょうか。いや実はさ、1時間前から全然動いてないんだよね。いや大丈夫かなこれ。すごい。待って、結構濡れたんだけどエビジャンプした。みんなやった。さっきよりセミエビ確実に元気になってるよ。多分ねエアレーションして酸欠が少しずつ回復したんだと思います。この子が元気になってきたところで、改めてこちらはセミエビちゃんです。上から見た形がセミに似ていることからセミエビと名付けられました。英語だとスリッパロブスターって呼ばれてて、こちらはスリッパに似てるから来てます。主に沖縄とか九州南部、四国の暖かい海の浅い岩礁域に生息してまして、昼間は岩の隙間やサンゴ礁の隙間に隠れて生活していて、夜にトコトコ歩いて餌を探してます。でセミエビにはハサミがないんだけど、前足見て、これ鋭くない？めっちゃ。これで生き物だったり貝を抑え込んで捕食します。それでお腹側には5本の足が並んでて、頭の方から数えて5番目の足の先端でオスメスを見分けることができます。はい、ここだね。この足の先端が二股に分かれていればオスで、分かれてなければメスです。この子はねだからオスですね。ほら二股に分かれてるでしょ。みんなセミエビのこの部分何だと思いますか？これ実は触覚に当たる部分なんです。第二触覚ですね。セミエビは岩の隙間などに入りやすいようにこの形に触覚が変化したと考えられていて、触覚って聞くと細長い形を想像する方も多いかもしれませんが、セミエビはこれが第二触覚なのよ。でみんな見て、この触覚ほら折りたためんの。岩に入り込みやすいようにちょっと持ち上げると威嚇のためにほら立てます。でさらにもう一つ頭の先に第一触覚があります。なんかね根元はオレンジ色で先っぽが紫でオシャンティーだね。でこれをさらによく見てみると細かい毛生えてない？これは吸毛って言って匂いを感知する役割があります。もうとにかくこのセミエビはスーパーなのよ。それではねこの子元気になったので水槽を早速立ち上げていきます。水槽を置いていく水槽台から作っていきます。今回使っていく水槽台はことぶきさん。こちらのお値段2万円でした。今日はちょっとね僕魔法使いたいと思います。アバダケッタブラ。よっしゃ、組み立てるか。何が魔法だよ。90センチ水槽台できました。この上に水槽を乗っけてきます。はい、水槽も置きました。水槽も水槽台もどっちも通販で買いました。水槽って安いやつだと90センチ水槽でも1万2000円ぐらいで買えるし、水槽台もだいたい1万円ぐらいだと思ってくれれば大丈夫です。60センチ水槽だと水槽と水槽台セットで一番安いやつで1万円ぐらいかな。次はろ過器ですね。エーハイムの2217を使っていきます。お値段は2万円ぐらいです。はい、設置終わりました。最初の方はね慣れなくて30分ぐらいかかってたんですけど、今はね10分ぐらいで設置できるようになりました。こっちのホースからお水を汲み上げて、こっちで下から上にろ過してって、こっからろ過したお水が流れる感じ、サイフォンの原理を使ってます。それじゃあ次はセミエビちゃんの足場になるサンゴ砂を敷いていくぜ。サンゴ砂を敷かないと床がツルツルして滑って生き物にストレスがかかったり、微量ながら水中にカルシウムやミネラルを排出します。これ
れがないと甲殻類の脱皮不全につながるリスクがあったり、砂にも多くの微生物が住んでいるから生物多様性が損なわれるんです。今回使っていくサンゴ砂は使ったことないサンゴ砂だよ。こちらです。アラガライブってやつですね。アクアリウムショップ行った時に買いました。普段使ってるこういうサンゴ砂はだいたい3000円ぐらいで、こっちのサンゴ砂は7000円でした。何が違うかっていうと、これ洗わずに使えるのと、バクテリアがもともと海水入りで入ってんのよね。だから水槽立ち上げの時に水質が早く安定するのと、長期的に見ると普通のサンゴ砂よりも苔の発生を断然抑えられます。お高いけど買う価値ありです。じゃあね、これ入れていきますよ。うわ、いい。早速ここに海水を入れていこうと思います。それでは人工海水の素を使って海水を作っていきます。ライブシーソルトってやつです。人工海水の素はアクアリウムショップでもネットでも簡単に今手に入ります。人工海水の素さ、いろいろ種類があって今回これも買ってきました。レッドシーソルトってやつ。これは少しお高くてなんか成分がめっちゃいいみたい。高価な人工海水は天然海水に含まれる70種類以上もの微量元素をしっかり再現してたり、不純物が非常に少ない。安いやつほど水に溶けにくかったり剥落しやすいことがあります。人工海水の素はメーカーごとにカルシウム、マグネシウムなどの濃度だったり、メーカー独自にコンセプトが違うんだよね。だから異なる製品を混ぜると水質が変わっちゃったり予測不可能なトラブルが発生するリスクがあるんだよね。だからなるべく違うメーカーの人工海水の素を混ぜるのはやめましょう。使う時はちょっとならいいと思うんだけど一つに絞ろう。じゃあね、大きめのバケツにお塩を入れていきます。そこにお水を入れます。そしたらばらつきが出ないようにしっかり混ぜます。What's this for? Cooking。そしたらですね、塩分濃度計で測っていきます。どれかね、故障したら心配なんで3つ持ってるんですよ。じゃあこれを沈ませます。 1.024 ですね。これね、一発で海水できました。このさ、太いラインあるじゃないですか。このラインの間に合わせておけば問題ねえよって感じなんで、これ完璧に海水できてます。こんな感じでサンゴ砂の上に緩衝材を敷いておくと水が濁らないんですよね。はい、水槽できました。やばい、超ワクワクする。まだね、サンゴ砂の成分で少し濁ってるんだけど、これからどんどん綺麗になるからね。塩分濃度も完璧です。今のまだ少し寒い時期はサーモが必須で、このサーモさ、仲いいエマスチャンネルがくれたからさ、これありがたく使っていくわ。こんな感じでメモリ調節できるのよ。セミーベの飼育の適正水温が22度から26度ぐらいだから25度で設定してみようかな。では次はライブロックです。このライブロックはただの花材じゃなくて天然のろ過装置よ。サンゴの死骸などに目に見えない汚れを分解するバクテリアがたくさん住んだ石です。このライブロックのお値段はだいたい 1kg2500 円から3000円の間だね。で、今回このライブロック全部で2万円分購入いたしました。セミエビって自然界でも日中こういう岩の隙間に隠れて生活してるんですよ。だからより水槽を自然環境に近づけた方がセミエビのストレスが少なく済むのと、あとシンプルに隠れ場所を作れるからですね。足りなかったらまた買います。それで一旦これをキュアリングします。キュアリングってのはライブロックを海水につけて1日とか放置して汚れを取る作業ですね。もしこの中に生き物の死骸とか汚れがたくさんついていた場合、水槽のアンモニアとかの有害成分の数値が急激に上がる可能性があるんで、けど今回はね、アクアリウムショップで綺麗なやつ買ってきたから15分だけやります。それでエアレーション入れまして、これで15から20分ぐらい放置だね。よーし、あれから20分経ちました。ライブロックいい感じだね。早速水槽に入れていきます。ちょっと量少なかったかもしれないけど、オッケー、完成。あとはセミエビちゃんを入れるだけだね。大丈夫か、セミエビ。水槽立ち上げてる間も見守ってたんですけど、だんだん弱々しくなってきまして、このさ、わかるかな、触覚の動きもだんだん鈍くなってきてます。早速セミエビちゃんのお水合わせしていきます。使っていく道具は Amazon で買った点滴法の道具。こういう甲殻類の生き物って水質だったり温度変化にめちゃくちゃ弱いんですよ。慎重にお水合わせしていきます。こっちのチューブを水槽に入れまして、ここの空いている部分をお口でバキュームします。そうしますとチューブ内の空気が抜けて水槽のお水が降りてくるんで、発射出たー。よし、この少ない量で水質と水温を徐々に合わせていく。よーし、みんなあれからね1時間経って水合わせ完璧に完了しました。早速この子入れてくわ。おおおおお、やばいやばい、おおおお、やばいやばい、何時今。待って、めっちゃびっくりした。意外と元気じゃん。今すぐ入れるね。いきまーす。イン。おお、大丈夫か。やばいやばい、暴れんな暴れんな。
みんな見てください、セミエビちゃん入りました。なんか待って、心ばかしかさっきより絶対元気になって気がする。あ、なんかすごい。ほっぺたむにみたいな感じで。こう見るとさ、セミエビの模様ってよくできてますよね。自然界でさ、岩の隙間にこの子がいたら、パッと見わからなくない？この独特な模様や斑点模様は、たまたまのデザインではなく、洗練された生き延びるための工夫だね。要はカモフラージュです。おー、すごいすごいすごい。近づいてきた、近づいてきた。おー、苔みたいのがさ、付着してるよね。うわー、なんかセミエビに食われてる気分。こっからのアングルなかなかないからね。一般に食材として市場に出回るセミエビ科は、セミエビ、ゾウリエビ、ウチワエビ、オオウチワエビってありますが、全員形が違くて、みんなそれぞれかっこいいんだけど、僕は一番このセミエビが大好き。でですね、こうやって生き物をお引っ越しした後は、水質とか温度とか周囲の景色、すべてが変わると強いストレスを感じます。餌を与えても食べなかったり、消化不良を起こして体調を崩したりするのよ。なので、今日一日はライトを消してこの子のこと観察したいと思います。では一旦、実家の方の家族たちのお世話しに帰ります。てな感じで飼育日は一回帰ってきました。みんな、パパ帰ってきたよ。パパ、返事は？今から家族たちのお世話をしていきますが、皆様に後で悲しいご報告があります。まず毛玉ですね。最近調子が悪いです。今はたまたま動いてるんだけど、2日前までずーっと動いてなかったんだよね。毛ガニの適正水温は5度から15度ぐらいなのですが、水槽用クーラーを少し高めの13度に設定したんですよ。その設定温度を下げて10度にしたら少し良くなった気がします。脱皮かなと思ったんだけど、脱皮前は食事をあまり食べなくなり、大量の水分を体内に取り込んで、内側から古い殻を押し上げるから、体が膨れるのよね。それで体が膨れる感じもないし、本当に心配です。身入り良くてうまそうだし、まだまだくたばる感じには見えないんだけどね。じゃあね、磯目あげてきます。鳥具屋さんに売ってる餌ですね。お、食うか。お、食った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 。ほんと可愛いんだから頼むから長生きしてくれ。渡りガニとかアサリ、ハマグリも大好きだね。それでは皆さん画面中央をご覧ください。毛ガニちゃんのエレガントなうんちでございます。こんな感じでポンプで吸っていきます。ほい。こういう水替えポンプと大きいバケツを用意して水替えしてます。次はロブスターのロブタンですね。一番飼育していて難しいって感じたのは、餌を食う量が半端ないのと、水がすぐ汚れるからそこが一番手間かかるね。そこでプロテインスキマを今回導入いたしました。これは汚れを泡にくっつけて水質の悪化を防いでくれる機械です。仕組みとしてはまずこの機械の中で空気の泡を大量に作りますよね。海水中の汚れは泡にくっつく性質があって、この泡の膜に汚れがくっつき、汚れのくっついた泡がこの管の中をスーって上昇します。そうすると海水はきれいになって、汚い泡がコップに溜まって、この汚れだけ捨てれるみたいな仕組みです。これ飲んだら多分決まるな。今回ね、ちょっと実験したくて、ロブスターの挟む力は最大70キロぐらいですが、多分この個体はまだ小さいので、推定40キロぐらいしか出せないでしょう。こちら、ハマグリを揚げてみます。ハマグリは殻が厚いんで、この殻を割るには40から50キロ相当の力が必要とされている。果たしてロブタンにこのハマグリは割れるか？ハマグリ剥いちゃった！来た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 。おー、来た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 。割れてないぞ。おっと、意外とロブタン力が弱いのか。諦めたあなた。諦めたね、あなた。めっちゃ頑張ってる。頑張れ。おー、すごい。すごい。みんな今見た？もう俺はいらねえと言わんばかりに、ハマグリを持ってってここに捨てたんだけど、待って、めっちゃおもろ。じゃあね、渡りガニあげます。これは水汚れるぞ。来た来た来た。おー、食った食ったで、このロブスターね、自然界では夜行性で夜な夜な海底をうろうろいたしまして、死骸を見つけたら即泊。仲間が弱ってたり、仲間が脱皮中だったら、襲って普通に食います。やばい、これ水マジで汚れるだろうな。やばいやばい、みんな見て、泡めっちゃ出てきた。おー、やばい。くっさ、もう臭い。それでは皆さんご報告があります。ウチワエビ水槽なんですけど、ウチワエビちゃん亡くなっちゃいました。自分も心の整理がまだついてなくて、とにかくこちらをご覧ください。ウチワエビちゃん、お前のことを殺してしまったけど、美味しく食べるから。生きてたら親友、死んだら食材。これがお前と僕の関係だ。くよくよしてもしょうがないということで、新しい家族をここに入れました。そいつがこちらです。コブセミエビちゃんです。
この子はマジで珍しいセミエビちゃんで、たまたま近所のスーパーにいたんで、緊急で購入いたしました。いや、本当にマジで珍しい。大谷翔平さんが連続で30回三振するぐらい珍しいです。コブセミエビの名前の由来は、腹部の第2から第4節の背中側にコブ状の突起があることから来てます。セミエビとかは夜行性で活発に動き回って、外敵から逃げるときは、ある程度ね、強い力でエビバックするんだけど、一方このコブセミエビちゃんは、砂に潜ったり、岩陰でじっとしていたりと、動かないことが基本戦略。本当におとなしくてほとんど動かないです。みんな見て、コブセミエビの口元になんか寄生してる。イソギンチャクでもないし、満脚みたいなものが出てるから、多分満脚類だと思うんですけど、これでプランクトンとかをこし取って食べてる生き物ですね。でね、この子めちゃくちゃ味が良くて、セミエビよりも大型になるのよ。まだね、この子餌食べてないんで、この子も絶対餌食べさせます。だからね、今後この子に関する続編も出していこうと思ってます。よーし、家族たちのお世話終わったんで一回寝ますわ。セミエビの様子を明日見に行きます。おやすみなさい。皆さん帰ってきました。セミエビちゃんなんか元気そうだよね。てかさ、映像見返したんだけど、めっちゃ暴れ回ってたよね。知ったかがいです。苔取り能力で、この子の右に出る貝はなかなかいません。そんくらいね、最強の貝。アクアリウムショップでこの子大量に売ってるんで、後でね、10個ぐらい仕入れましょうか。セミエビちゃんの非常食にもなるしね。おー、暴れとる暴れとる。通販でこの子のお家買って今日届きました。それがこちらです。じゃじゃーん、見てこれ。みんなアクアリウムショップでシェルターを買いました。この大きさならセミエビちゃん入るんじゃない？どう？あんた気に入った？隠れ家がないと落ち着かないでしょ。いきまーす。どうよこれ。ちょっとね、パッと見こっちに置いてみたんですけど、ろ過器のお水をね吸う部分がここにあるから、ここにシェルターがあるとろ過の邪魔になっちゃうと思うんだよね。レイアウト変えていきます。みんなどうよ、めっちゃいい感じになったんじゃない？ちょっとね、こればっかり入るか入れないかはこの子の気分次第なんやけど、隙間が好きだから多分こっちの方には行くと思うんだよね。ライブロックもね、また追加で購入したんで、また入れてきます。最近はですね、ライブロックのこの蓋を開ける瞬間、これがね、一番生きてるって実感するんで、でっかいこのライブロック、一番大きいサイズで6000円で購入したライブロックです。これも入れて、すごいすごい、みんな見て。ちょっと気に入ったのか上に登って、おー、大丈夫か大丈夫か大丈夫か。あららららら、落ちた落ちた。器用だね、あなた。みんな見て、目を離したうちにほら、こん中入ってた。やっぱ可愛い。ちょっと安心したね。じゃあ皆さん、この子に早速餌をあげていきたいと思います。餌食わないと死んじゃうし、長い目で見るとどんどん弱っていって、そんな姿見たくないからね。じゃあね、まずはアサリをあげてみます。はい。セミエビって実は顎がめちゃくちゃ強くて、小型の貝類であれば強靭な顎で殻を割って食べちゃうみたいです。特にムール貝、殻付きの貝が大好きで、その他には小魚とかエビ、ウニ、死んだ魚も食うスカベンジャーです。結構何でも食うんだよね。待って、みんな見える？ほら、アサリ食おうとしてる。見えるかなこれ。待って、みんなえぐい、割った。いや、違うか。もう割ったというよりかは、前足の鋭いところを間に挟み込ませて、こじ開けて食ってる。うわー、食って、これすごい映像だぞ。やった、食ったセミエビが食った。掴んだ。すげえ貴重映像撮れてる。隙間にこうやって器用に足をさ入れ込んで食おうとしてんのよ。いや、すごいね。ほら、この触覚でこうやって獲物を探してるんだよ。目がやっぱり上についてるんで下は見えないじゃないですか。この触覚が第2の目みたいなもんだよね。これはうわー、こじ開けた。セミエビの捕食活動をこんな近い場面で見られるなんてなかなかないからね。そして食ったらすんなか戻ってった。可愛すぎるよこの子。本当によかったな。お前元気になって。マジで一時期はどうなるかと思ったけど、餌まで食ってパパ安心したよ。みんな今回もこの子のお名前大募集するので、ぜひコメント欄に何個でも書き込んじゃってください。マジで待ってます。皆さん、最後に前回お名前募集したこちらのブラウンクラブちゃんなんですけど、お名前決まりました。本当にたくさんのコメントマジでありがとうございました。この子も絶対嬉しいはずです。この子のお名前ペイターに決定しました。いやー、なんかさ、この目と目が離れてる感じもペーターそっくりだし、コメントでもねペーターって結構多かったんだよね。あと銀杏ちゃんとかてな感じで、皆さんここまで動画見ていただいて本当にありがとうございました。またね続編も出していきますので、チャンネル登録ぜひお願いいたします。それではね、また次の動画で会いましょう。ブワー。